皆さんごきげんよう、上川薫です。2022年10月31日の生放送を行っていきます。今日もよろしくお願いします。総雲京さん、キャロさん、翡翠のしずくさん、伊藤家まこぴーさん、とこまこさん、よろしくお願いします。今日は事前の告知のない、いわゆるゲリラライブですので、事前の質問等の、募集はしておりませんので、随時チャットに書き込んでもらえたら、私が答えるかもしれません。ほとんどの場合そうなんですけれども、私が喋り続けているときは、もう何を話すかっていうことに、脳みそが 100% 向かっている状態なので、なかなか皆さんがチャットで書いたことに対して反応しないっていうのもあるんですけどね。なので、質問した、でも、取り上げられなかったと言っても、決して無視しているわけではないので、そこのところはご了承ください。さて、戦況解説いきましょう。こちらは戦争研究所の発表している地図で、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、水色の部分がウクライナ軍の奪還した地域です。今日は明日といったところではおそらく大きな動きはないだろうとは思うんですけれども、ここ最近の動きとしては、まずは、クリミア半島の先端セバストポリの軍港に対する水上ドローンの攻撃がありました。セバストポリの市長は、こうした攻撃に対して、航空ドローンも一緒にやってきたという話をしているんですけれども、どうもそれを裏付ける映像というのが出てこないので、ちょっと眉唾ものかなと。なので、今のところ水上ドローンの攻撃だけだったんじゃないかっていう話になってます。ただし、その後の戦果報告といったものがかなり情報管制、情報統制がされているのか、どのくらいの被害が出たのかはわからない状況ですね。インターネット上にはかなりこの間違った情報、デマやフェイクニュースをもう盛んに流そうとして、ゲーム画面の加工したものであるとか、昔々どこか別の国で行われた軍事演習の映像を加工して、あたかも船が沈んだよといったような映像を作っている人がいるんですけれども、そういうのに騙されないようにしないといけないですね。実際どこまで被害が出たかはわかりません。ただしですね、ロシアはこの攻撃に対しては、ウクライナの穀物輸出、この取り決めに関する、約束を、凍結するということを行っているので、攻撃がなかったとするのはちょっと無理があるかなと思いますね。自作自演説というのもあるんですけれども、自作自演して何の得があるんだろうかなというのはちょっと思いますよね。さて一方で、ロシア軍によるミサイルやドローンによる攻撃というのは引き続き行われています。この攻撃の目的というのは、ウクライナ軍の戦車や装甲車を狙ったものではなくて、相変わらず一般市民であったり社会インフラに対する攻撃が目的になっています。こういった攻撃をすればするほど国際世論っていうのは、戦争犯罪を繰り返しても全く気にしないんだな、ロシアはっていうのを、何度も何度も証拠を積み重ねるようなことになるので、他の国からの軍事支援が行いやすくなるんですよね。軍隊同士が戦っているんだからではなくて、軍隊が市民を襲ってますよっていうこの構図は、どこの国から見てもやっぱり批判の対象になりますからね。で、現地からの映像としては、やっぱり写真であったり動画であったり、こんな風に攻撃を受けてますよ、黒煙が上がってますよというようなものも上がってきています。ここのところドローンに対する迎撃率は上がっているんですけれども、やはり全部を落とすことはちょっと難しいという状況ですね。最初の頃は半分も落とせればいいかなっていうぐらいで、ここ最近だと 70% から 80% 程度のこの間ぐらいまで迎撃率は上がっているそうです。ただし、これは首都キーウであるとか、ハルキウであるとか、狙ってくるぞっていうのがある程度見えてるような街に対する攻撃が主だからですね。全く今まで攻撃されてなかったような街に対する攻撃があれば、おそらくほとんどが攻撃、通ってしまうかもしれません。ロシア軍としては、田舎町を襲う理由もないので、そういった町はあまり襲ってはないと思うんですけれども、大都市に対する攻撃っていうのは引き続き行われています。で、今回ですね、
ロシアが穀物輸出、この取り決めから離脱したっていうことも、皆さんにお伝えしたんですけれども、だからといって黙ってこのまま輸出を止めるわけじゃないよっていうニュースも出ております。こちらはロシアによるウクライナの新たな海上封鎖にもかかわらず、14隻の穀物船からなるウクライナ、トルコ、国連の船団がオデーサから出港した。ロシアは船を力ずくで止めようとするかどうかについてコメントしていない。今日で封鎖は完全に解除されそうです。という、一報が入っております。これはですね、そもそも黒海の穀物輸出を妨げていたのは誰かといえば、それはロシア軍なわけです。で、そのロシアが、この穀物輸出の取り決めに関して、凍結するっていうことは、攻撃するんかな、しないかなっていうところから、基本的に犯人はロシアしかいないと。そういった状況の中で、少なくとも交渉の仲介役だったトルコと国連が、いやいや、攻撃されてきたらロシアあなたしか犯人いないでしょっていう状況なので、なんていうかな、セバストポリのような軍港のような場所に近づかない航路を使って、少なくともこのまま穀物輸出は続けようという、ちょっとした、強硬手段のようにも見えますね。ただ実際この後攻撃されれば、攻撃した犯人はもうロシア以外にはないので、なんていうかな、国際的な非難をさらに浴びるような結果になるはずですね。だからこそ、取り決めから離脱したロシアっていうのは、何にも得する場面のない外交的な失敗なんじゃないかなというふうにはちょっと思いますね。で、ミサイル攻撃に関してなんですけれども、一部はですね、お隣の国モルドバに、こちらは迎撃した弾の一部が落ちたっていう話なんですけれども、ウクライナの隣、モルドバですね。このモルドバに一部弾が落ちたっていうことなんで、ちょっと騒ぎになっております。今のところ死傷者はなかったということで、不幸中の幸いではあるんですけれども、どうもこのままモルドバに何発も何発も落ちるようになると、ちょっと話は別になってきますよね。例えば、モルドバは別に、NATO 加盟国ではないんですけども、NATO が何か監視団を送ろうかみたいな感じで、ロシアを牽制する話なんかも出てくるかもしれませんね。そして南部の状況に関するニュースなんですけれども、ここ最近は大きく戦線が動かないようなことが続いております。これに関しては以前の動画で解説したんですけれども、いよいよ季節的に泥濘期に入ってきて、雨が降れば下はもうぬかるんでドロッドロですよという状況。この中でロシア軍は一応この地域で足止めしようっていうことで動員兵をこの地域へと派遣して守りは怠っていないんですよね。今のところ。で、さらにこの規模はどんどんと増えているんじゃないかというニュースが入ってきております。ロシア軍、ウクライナ南部ヘルソン方面に4万人規模の部隊集結かということで、ちょっと前だったら大体1万5,000から2万人ぐらいだろうと言われていた、そこに動員兵が入ってきて、2,000人、3,000人入ってきましたよっていうニュースがあったんで、私の頭の中では大体2万5,000人ぐらいなのかなみたいに思ってたんですね。それどころかもう今は4万人ぐらいまで増えてますよっていうことなんで、どんだけ動員兵集めたんだっていう、ちょっと突っ込みを入れたくなるとこですよね。ただこれ動員兵だけではなくてですね、この地域、ヘルソン州自体でもまず動員がかかってるんですよね。ロシアが領土防衛隊、いわゆる、その地元に作った傀儡政権用の部隊っていう、そういうくくりでロシア軍とはまた別のものとして、軍隊を作りましたよと。もちろん武器であったり弾薬はもう全部ロシア軍から渡されたものなんですけれども、一応ロシア軍の外側の部隊ですよという体で、地元の人たちをもう強制動員してっていう形で、兵を作っているという話もあります。これは元々の話といえば、東部のドネツク州、ルガンスク州、こちらの、自称人民共和国的な、ものが作られて、で、そこで、自称、全くロシア軍からは独立した軍隊ですよという体で、地元の人たちを強制動員して、
部隊を作ってるっていうことがあったので、おそらくそれと全く同じようなことがクリミア半島であったり、ヘルソン州であったり、ザポリージャ州、この辺りで地元の人たちを無理やり連れてきてるんだろうな。で、その人たちが前線へと送り込まれているっていう光景が広がっているんだと思います。この点に関して言うと、そもそもウクライナの人たちをウクライナの部隊と戦わせようっていう、なんつう恐ろしいことをさせるんだっていう話ですけど、以前からこれは東部戦線でももうすでに起こっていることですね。で、そういった部隊が裏切らないのかっていう話をすると、部隊としては確かにそうした地元の人たちも入っているんだけれども、部隊全体で言えば結局のところ監視役としてロシア兵がちゃんと目を光らせているので、何か悪さをしようとすると結局、脱走兵扱いされたりとか、後ろから撃たれてしまうっていうような、そのあたりのことが起こっているので、なかなか、強制動員されたとしても、うまい具合に逃げ出すのも難しいんだそうですね。というわけで、ウクライナ南部ヘルソン方面に、どうやら部隊はどんどんと増えているぞというニュースであります。となるとですね、よいしょ。私としては、変な話ですけれども、ドニプロ川のこの、西岸地域ですね。橋2つ、そして鉄道橋1つの、この3つのルートでしか大型兵器は持ち込めない。そしてそこがハイマースであったり、もしくは空爆ももう入るかもしれないですけど、ある程度攻撃ができているので、あんまりヘルソン州のドニプロ川西岸地域を奪取するのにこだわらなくてもいいのかなとはちょっと思いますね。何しろ4万の兵がいますよっていうところなので、無理に攻め入っても、ウクライナ側も結構打撃を受けますからね。でも、状況としてはウクライナ軍にとってはすごくこの場所はロシア軍を罠にかけた状態なので、このままあんまり力攻めしないで、ボコボコと叩き続けるだけでも少し問題はないかもしれません。むしろ、今戦いがあまり起こっていない、このザポリージャ州のこの辺りですよね。ちょっと今カーソルが合わせてるこのライン。このラインから、メリトポリであったり、マリウポリであったりといったあたりへと、北から南へと進軍して、このあたりを抑える方がちょっと戦略的にはいいかもしれないですよね。例えばこのドニプロ川沿いにずっと、東岸地域を抑えていくっていう作戦を取ったら、西岸で粘っている部隊は最終的には退路がなくなってしまうので、そういった大戦略もね、ウクライナ軍できたらいいのにな、とちょっと妄想してしまいます。ただし、これはあくまでも全くその兆候はないので、そんな手もあるよぐらいの話ですね。もしもそんなことをウクライナ軍がやったら、うおー、すごいなってもう、ちょっとした、称賛の声を上げるしかないっていう感じですね。さて、東部戦線なんですけれども、こちらの方、スバトボに対する攻勢が少しずつ、締め上げられているそうです。町へともう少しっていう感じでじりじりっと前進している感じで、今のところですね、特にロシア軍の大きな反攻作戦があるっていうわけでもなく、動員兵が入ることによってなかなか崩れにくくはなっているものの、結局のところウクライナ軍は止めることができていないと。一方ですね、東南部の方、バフムート戦線の方ですね。こちらの方はもう、ウクライナ軍の方としてはもう徹底的に守るぞっていう姿勢で、特に反攻作戦をする予定はなしという感じですね。これはあくまでも他の地域で攻めるっていうのを優先している関係で、バフムートに関しては、ひたすら耐えるっていう状況ですね。この地域のロシア軍側の担当はワグネルの部隊だと言われていて、かなり囚人兵や動員兵を突っ込ませて、彼らをおとりにしながら攻撃を加えているっていう、犠牲を伴いながらでもとにかく前進すればそれでいいっていう結果論を求めている感じですね。このあたりの戦場から上がってくる動画っていうのが本当になんていうか皆さんに紹介するのも難しいようなものばかりで、例えばドローンで見てるんだけれども、ロシア軍に対する砲撃であったり、ドローンからの爆弾投下であったりで、もうロシア兵がボンボン吹っ飛んでるっていうようなものがもうそのまま動画で上がってきたりするので、ち
ょっと紹介はできないっていうところですよね。紹介はできないんですけれども、現状、なんていうかな、ロシア軍の戦い方をよく象徴している場面ではあるんですね。とにかく兵士の命は軽くて、結果さえあればそれで問題ないだろうっていうロシア軍側のそういう考え方が見える。そういった戦場になっています。さて、ここ最近だと、ウクライナに対する一般市民や社会インフラに対する攻撃というものが、連続して行われている関係でですね、各国からの支援が入りやすいですよっていう話をしました。アメリカやドイツが、あとイギリスですね。イギリスが対空ミサイル、こういったものを提供して少しでもドローン対策をしようというのを進めているんですけれども、これに加えてですね、イタリアがちょっと絡んできたっていうのが新しい動きだと思います。フランスとイタリアが共同開発している防空兵器があるんですけれども、こちらの方をウクライナに供与しようという話が進んでいるそうです。こちらもミリタリーオタクの人たちにちょっと動画作って発信してほしいなと思うんですけれども、この SAMPT というシステムに載っている、アスター30というミサイルを使えば、射程距離100キロの圏内が守れますよという、対空兵器としては戦場において航空機やヘリ、そして巡航ミサイルのような少し足の遅いミサイルなんかを撃ち落とすのに使えるんですけれども、これを都市防空に使えば、もちろん今まで通り戦闘機やヘリも対象なんだけども、巡航ミサイルについてもかなり落とせるし、ドローンについてはもう、なんていうかな、足の遅いものなので、ドローンだったらもうほとんど100発100中に近いだろうぐらいな感じで言われてますね。ただこれは、被害を防ぐという意味ではいいんですけれども、もちろんドローンの方が圧倒的にお値段安いので、コスト負担としては、欧米側の方が重たいんですよね。ただ、ウクライナとしては供与してもらえるから、ガンガン使えるっていう状況です。このあたりは、支援する方がどこまで、肝を据えてじゃない、腰を据えて武器を供与できるかにかかっています。フランス、イタリアが防空システムを新たに入れて、あと、スペインなんかも、この話に絡んで、私のところからも出しますよっていう話をしているので、都市防空はだんだんと強化される、アメリカやイギリス、ドイツだけではないよっていうところからも支援が入ります。で、このイタリアの防空支援だけではなくてですね、イタリア、今、古いじゃないや、ドラギ政権っていう前の政権から、選挙を通じて新しい政権へと移行しました。新しい政権になった時に一つ注目されていたのが、もしかしたらウクライナに対する支援が下火になって、どっちかっていうとロシアに対する中立的な立場になってしまうかもしれないっていう話があったんですよね。ところが実際蓋を開けてみたら、ドラギ政権で進めていた軍事支援、こちらの方をそのまま前進させますよっていう発表が行われました。多連装ロケット2門を、送りますよ。そして自走榴弾砲としては、パンツァーハービステ2000を6両と、あと M109 っていうのをこちらまとまった数で30両送りますっていう話なので、かなりまとまった軍事支援になるっていうニュースが流れております。こちらが、イタリアの榴弾砲 M109 の写真で、イタリアが自走砲と MLRS をウクライナに譲渡するというのが報道されております。で、パンツァーハービステ2000を何回か紹介してきたんですけれども、ドイツ製の兵器っていうのがヨーロッパ各国いろんなところに回ってます。で、その中の一つが、パンツァーハービステ2000なんですけれども、今のところですね、前線での評価は、なかなか高いものがあって、全く問題なく前線で一級の、攻撃力になるでしょうと。で、自走砲の M109 に関して言うと、パンツァーハービステ2000のその前に現役で貼っていた兵器なので、少し落ちるんですけれども、こちらの方も、だからといって、じゃあ使い物にならないのかっていうと、そういったわけではなくって、これもまだまだ1000級で使えるものですよ。ましてや今回供与する数っていうのが、最大30両ということなので、これはかなりまとまった数ですからね。十分にどこかの戦線で、ロシア軍を圧倒することが可能になるかもしれないっていう、それだけの数です。
そして MLRS 多連装ロケットシステム。こちらも、アメリカのハイマースだけじゃないよという意味では、こちらも有効な打撃力になります。ウクライナ軍の攻撃は基本的に前線の司令部であったり、武器弾薬庫であったり、もしくは兵士のいっぱいいるような固まっている箇所に対する攻撃なんかが、主ですので、あまり一般市民の人たちに対する攻撃っていうものに使われるわけじゃないので、その点に関しては圧倒的にロシア軍の攻撃よりも私はまともだと思っています。もちろん被害がどうしても一般市民の人にも及ぶことはあるんですけれども、決して狙ってそこっていうわけじゃないですからね。そこはかなりロシア軍と、明暗分かれるところで。で、インターネット上にはこうしてもうすでに輸送してますよ、ウクライナ軍の、というかウクライナの国旗をつけて、とかそういった形でどんどん輸送されている話が出ております。で、それだけではなくてですね、ここ最近の以前ご紹介したものがようやくというか、ついに届いたよっていうものも結構あって、こちらはスロベニアの、戦車なんですけれども、こちらもですね、昔々、ソ連時代の戦車が元になっているものなんですけれども、これを近代化改修したものがウクライナに供与するよっていう話を以前ご紹介したんですけども、ようやく、実現したという、ニュースが入っております。こちら列車に乗せてガタンゴトンガタンゴトンと、運んでいるところまで動画に投稿されていまして、ようやくか、ついに来たかっていう感じですね。どうしてもやっぱり発表してから実際に届くまでの時間差っていうのはあるので、なかなかこういうのが早く来ればなと思うんですけども、もうしょうがないですね、それは。で、こちらの方が静止画の写真なんですけれども、列車にもう28両乗せるとこんな光景なのかっていう、これが全部戦車だと思うとかなり心強く感じます。ただしですね、最新の戦車というわけではないので、超一級の戦力ではないっていうのはもちろん仕方ない面はあります。ただ、私のチャンネルの動画では必ず古い兵器を持ってくるときに言う言葉があって、どんな兵器でも使いようである。もう使う場面とか使う状況によって、たとえ古い兵器であっても役に立つし、役に立たせることができるっていうことは皆さんにお伝えしておきます。古いもんだからこんなもん役に立たねえって、必ず言う人がいるんですけれども、その古い兵器であっても、人間に対する絶対的な力は変わりませんよと。対戦車兵器が全然なかった部隊なんかはもう本当に一方的に戦車一両にでもやられちゃうっていう、そういった世界ですからね。だから古い兵器であろうとも役に立たせることはできるんですっていう。それと、なんていうかな、すさんだ心を癒してくれるベラルーシ軍の訓練風景もまたご紹介しておきましょう。なんかこう、いつもいつも誰かが死んでしまうニュースっていうのが非常に多いので、そういった時にはベラルーシ軍のこの訓練風景を見るとなんか心和むものがあります。で、この人たち別にふざけてやっているわけではなくって、例えば北朝鮮とか中国でもそうですし、それ以外の国、インドなんかでもそうなんですけれども、軍事演習もしくは皆さんに軍がどんな姿をしているかっていうのを見せるときに、ちょっとした、パフォーマンスを見せるためになんか面白いことをしようみたいなのもどうしてもあるんですよね。ベラルーシ軍のこの風景っていうのもちょっと笑える部分があるんですけれども、もう今の場面なんか、ちょっとしたコンクリート板っぽいものを、みんなで頭で割ってますよで礼するっていうね。そんな終わり方しちゃって、この動画何のために公開してるんだろうと思うんですけれども、すさんだ気持ちになった時にこういうのを見ると少し和んで。で、一方こちらがウクライナ軍の訓練風景です。ウクライナ軍の訓練というのは現在ウクライナよりもむしろ国外で行われているものがメインだと思ってください。イギリスで行われている国際共同訓練なんかは、ヨーロッパ各国だけではなく、カナダやオーストラリア、ニュージーランドなど、世界中から訓練教官が集まって、120日あたり1万人以上のウクライナ軍兵士たちが訓練されると。
まあ、つい先日なんですけども、第一陣の人たちが訓練が終わったよっていうのもあって、今、訓練はまあ第二陣が始まっているだろうと言われていますね。まあ皆さん、ここで訓練したことを活かして前線へと出ていくことになるので、まあここで十分訓練する必要がある。まあ少なくともロシア軍に行われている訓練よりもはるかにまともな訓練だと思います。まあ中にはですね、塹壕戦なんかについても訓練を行っているっていうところがあって、まあ今の戦場に見合った、訓練っていうのがもう行われているっていうところですね。まあというのも、例えば対テロ戦争であったり、武装勢力相手の訓練っていうものだと、例えばどこかの集落の建物の中に対する突入作戦なんかの訓練がまあ非常に多いんですよね。そのために何人かの兵士が突入して、視覚をちゃんと確認してっていうようなものを、まあ、突入訓練を何度も何度も繰り返すというとこなんですけれども、今の実際に戦場に行われている戦争っていうのは、塹壕を掘って、そこに砲撃があって、そして砲撃の支援を受けつつ、戦車や装甲車が前進していて、陣地を攻略していくっていう、まあ、かなりまあ、第二次世界大戦に近いような戦争っていうのが行われているんですね。これはどうしてかっていうと、まあ、近代戦争として考えられている空軍の戦いっていうのが激しく行われて、航空優勢を維持したところからどんどんとミサイルを撃ち込んでっていう、まあ、そうした物量というか最新兵器がもうどんどんと投入されるっていう国ではないんですよね。ロシアもウクライナも。もともとウクライナはロシアに比べれば GDP は10分の1で、兵力としてはやはり旧ソ連の流れを組んでいる。まあなかなか兵器を近代化するのが難しかったっていう、まあ事情があるんですよね。一方でロシアは一応は世界的な評価としては軍事力2位だったんだけれども、それはあくまでもまあカタログ上の兵器っていうのがまあ非常に多くって、戦争が長期化した場合においてはもう精密誘導のミサイルはほとんど枯渇しているような状態だと言われる。まあそういったこともあって現在では砲撃戦がメインということですね。さて、そんなロシア軍なんですけれども、まあちょっと悲壮なニュースというのも流れておるので、ちょっとご紹介しましょう。かつて NATO の脅威だった飛び地防衛のロシア第11軍団 1.2 万人が消滅という、まあこのタイトルだけでもなかなか強烈なんですけれども、ロシアに本国には多くの兵士たちがいるんですけれども、飛び地がありますロシアにはカニーリングラードといって、お隣がバルト三国、そしてポーランドに囲まれている、まあこちらなんですけれども、ここにロシア軍が結構いましたよっていう過去形の話なんですよね。で、ここに、駐屯していた1万2000人軍の1万2000人のロシア軍部隊っていうのは、まあ、ポーランドにしてみたら、もういつでもここから動き出す。そして、バルト三国に対しては、まあ、遮断する。ベラルーシとカニーリングラードをうまくつなげることができれば、バルト三国に対する、まあ、かなり強烈な仕掛けになるわけですよね。まあ、だから NATO にとってここは非常に痛い場所なわけです。まあ、ただし、この部隊というのがですね、もう何にも使えなくなってしまったと。というのも、こちらの記事ちょっと長いんですが、要約すると、カリーニングラードに駐屯していた1万2000人の部隊っていうのが、現在のウクライナの戦況に、戦力不足のために投入されたと。で、投入されたことによって何が起こったかっていうと、ボッコボコにウクライナ軍にやられて、装甲車両であるとか戦車なんかはもうほぼほぼ半壊して、兵士に対して言っても、まあ、もはや軍団として、まあ、存続できるのかっていうレベルまで、もはや壊滅状態にあるということですね。まあ、だから戻ったとしても部隊は、ほぼほぼ5割から6割ぐらいは動員兵でなんとか間に合わせるとか、まあその程度で、もう軍団としては戦力にならないだろうというニュースが流れております。まあこのあたりロシア軍の戦力がどれだけおかしなことになっているかっていうところですね。まあさっきベラルーシ軍の訓練風景とウクライナ軍の訓練風景、まあ連続してご紹介しましたけれども、ロシア軍の訓練風景っていうのを見るとですね、ここにも大きな問題があって、
今、ロシア軍は、ウクライナの戦場にどんどんと、常備軍にいた兵士たちっていうのを送り込んでいる関係で、ロシア本国にいる訓練を行うための兵士も、もう訓練のためじゃなくって戦場で戦うために、戦場に送ってしまったという、事情があるそうです。そのため動員兵に対する訓練っていうのも、本来訓練を担当してなかった人が訓練を担当すると。もしくは動員兵の中で、古参の人たちが、若い者に教えるか、みたいな感じで、動員兵が動員兵を訓練するみたいな光景もものすごくいっぱいあるんだそうです。だからこそ、さっきイギリスで国際共同訓練が行われているっていうのに比べると、訓練を行うにしても、その差はものすごく大きくなっております。このあたり、兵士がどれだけ生き残れるかにもかかっていきますね。一方で、ロシア国内においても、反戦レジスタンスの活動っていうのが行われているそうです。表立ってプーチン政権に対する批判をしても、捕まってしまって刑務所に入れられて何もできなくなりますよ。そして、報道機関もみんな政府の言うことを聞かなければならない。政権に対する真っ向からの批判っていうのは、それを理由として、その報道局の人間がどんどんと捕まってしまうかもしれないというので、反戦活動そのものがどんどんと地下に潜っていると言われています。そのために反戦レジスタンスが一体何をしているかっていうと、鉄道のような、なるべく見張りのいないようなところで破壊工作をして邪魔をしようっていう活動が始まっているというニュースでございます。このあたりはですね、なんとか自分のできることはないか。でも、目立ってしまって捕まってしまうのも問題だしっていう、ここをうまい具合に、くすぐるような話ですよね。実際ロシアのような広大な国土の国において、鉄道に全部監視をつけるっていうのはほぼほぼ不可能です。なので、鉄道に対する破壊工作っていうのは、そんなに難しいわけじゃないっていうところですよね。置き石一つするだけでも、鉄道を止めることができるっていうのもありますし、実際に破壊することができれば、復旧作業に時間はかかるわけですからね。特にロシア国内における輸送っていうのは、圧倒的に鉄道を使うことが多いので、とにかく鉄道を止めれば、物資の流通に、かなり支障が出るようになるっていう話です。さて、ここから少しずつ、日本の話とは違うんですけれども、ウクライナから離れていきましょう、話を。ここ最近はそう、傾向としては私はもうウクライナの戦況解説ばっかりしている関係で、それ以外の話してくれないのっていう、コメントも入るんですよね。どうしても、なんていうかな、私の中でその優先順位が高いっていうのもあって、ウクライナの話ばっかりしてるんですけども、もちろんそれ以外の話について何も見てないというわけではないので、少しそのあたりもしていこうと思います。で、アメリカ、オーストラリア北部に核搭載可能な B52 の配備計画というニュースが流れております。で、現在のところですね、ロシアによる核の威嚇というものが行われています。プーチン大統領は俺はそんなことは言ったつもりはないよみたいな、言ってるわけですけれども、明らかに核兵器のその使うかもなっていう、そうした威嚇があったはずなのになっていうところですよね。そんな関係でむしろ核兵器の使用リスクっていうのが、ロシアだけではなく、核保有国全体についていっても、ハードルが下がっちゃったんじゃないかなっていうのが言われる。そんな時代へと突入してしまいました。北朝鮮はいつも大陸間弾道弾の開発を進めてますし、もうなんだったら核兵器開発の核実験ももういつでもやれるんじゃないかなって言われている状況ですね。北朝鮮の場合だともう核開発それ自体は終わっていて、現在のところやっているのは、なるべく核を小さくして、多弾頭化を進めようっていう段階なので、それ以外にも中国も当然大量の核兵器は持っていますからね。このあたりのことを考えると、核抑止力っていうのはどんどんと広げなければならないっていう考えがアメリカの方には出てきております。これに関連して言うと、日本がトマホークミサイルを購入する話が出ているんですけれども、反対派の人たちがですね、トマホークを買うっていうことは、核兵器もそれに乗せれるんじゃないかみたいな、フェイクニュースを流しているようなんですね。こ
これは昔は核兵器搭載型のトマホークがあったらしいんですけれども、まあ今はもうないそうなので、そのあたりちょっと騙されないようにしてください。なんか、トマホークを買うっていう話が出てるけど、核兵器を日本にも使わせる気だなとかいう、まあそんな風にして批判する人たちが現れたら、それ昔の話ですよって、まあぜひとも突っ込んであげてください。まあ結構ですね、この政府批判をする人たちっていうのは、情報を意図的に止めてることがあるんですね。例えば日本が F35 を大量に配備して、主力戦闘機にしているんですけれども、情報が止まっている人だと、例えば開発時にこんな問題があったみたいな話をするんですね。あなたそれ何十年前の話ですかっていう、ツッコミを入れたくなる話なんですけれども、言ってる本人は真顔なんですよね。いやいや、こんな欠陥があったんだよ、みたいな話をして、いや、だからそれ昔の話ですっていう、この繰り返しで批判する人はとにかく批判しまくるっていうね。ちなみに日本が主力戦闘機にしている F35 は今や欧米では主力戦闘機としても確固たる地位を築いているんですね。で、F35 をちょっと買うことのできない、いわゆる防衛予算がちょっと足りないなってなった時に F16 の最新型を買おうかなっていうところですね。このあたりはどうしてもそれぞれの国の経済状態は違うので、一番いいものって言ってそんな予算ないよっていうことは必ず発生しますからね。だからお金のあるところであれば、例えば中立国のスイスでさえ F35 を選んでますからね。何かアメリカの圧力があって中立国はそんなわざわざ F35 を買うことはありませんので、性能を見比べてお金さえあれば F35 を買うっていうのが、なんていうかな、当たり前みたいな状況になってますね。さて、そんなことで日本の話へと移ってまいりました。弾薬部品不足が深刻化。防衛省継戦能力に危機感。弾薬庫が全然少ないじゃないか。もしも何ヶ月も戦争が進んでいくような状況になったら、ウクライナのように戦い続けることが日本にはできるのかっていうのは結構日本で言われる問題です。で、安倍総理が以前話していた言葉としては、実際問題、何ヶ月も戦えるような弾薬が我が国にはないから、これをなんとか解決しなければならないっていう話をしていたんですよね。で、ここ最近だとようやく防衛予算を増やそうという話の中から、弾薬の備蓄も進めていかなければならないし、足りないものがあれば買わなければならないっていう、まともな議論が始まったところでございます。ただし、実際問題、中身を晒すのは本当は不本意だと思うんですよ。防衛省としても。防衛省としてもその中身を晒すのはきっと心苦しいだったとは思うんですけれども、実際中身を見てみると、どこか何かの兵器を動かすために、現役の兵器の中から部品を外して動かすために別の、兵器につけてなんとか動かすっていう、こういった状況っていうのがいろんなところで起きているそうです。実際に貯めている兵器、弾薬も足りなければ、動かしている兵器も結構綱渡りで動かしてますよと。で、ここ最近ちょっとおかしなニュースがあったんですけれども、確か毎日新聞だったと思うんですけれども、兵器を購入した後の維持費っていうのが購入した代金よりも高い、こんなのは許せないみたいな話を記事にしてたんですね。例えば F35 のような戦闘機の場合だと、飛行時間何時間あたりでこの部品は交換していかないとねっていうようなものがあるわけですよ。これは旅客機なんかもそうで、一旦買ったものっていうのは、その後使えば使うほど消耗品はどんどんと買えなければならない。そしてそれらのものっていうのは基本的には量産品じゃないから、値段は高いわけですね。でも、そうした部品っていうのを交換していかないと、ちゃんと安全には飛ばないわけなので、維持費っていうのは使えば使うほどかかってくるわけです。あたかもう買った瞬間にその兵器がもうずっと延々に整備費も大してかからずに買えるわけがないんですよね。しかもここ最近の兵器っていうのは全体的に高額品になっていて、維持費もかかりますよっていうことなので、日本の場合だと防衛予算がもうずっと5兆何千億円で止まっていたの関係で、そうした部品をちゃんと揃えることも難しかったっていう状態がずっと続いていたんだそうです。これに関して防衛省を批判する声っていうのもあるわけなんですけど、私は逆に予算を用意できていなかった政治側の問題だと思っております。で、こういう話をするとですね、
予算なんかねえだろ。そんな金があるんだったら社会福祉に全額回せっていう人たちが現れるわけなんですけども。そうは言っても国防問題、ものすごく問題大きいですよと。特に日本の周り、ロシアもあれば、北朝鮮もあれば、中国もあればっていう感じで、もうなんだ、この3つの国って全部核兵器保有国で、そして核兵器の搭載できるミサイルなんか日本なんて全部すっぽり収まってるじゃんっていうようなね。しかもここ最近で言えば尖閣諸島にはもう中国の公船がずっと張り付いていて、もう尖閣諸島は俺のもんだ、なんか文句あるかみたいなことを言ってるわけですよ。こんなような状況で日本って平和だなって思える人たちのその考え方っていうのがちょっとね、国防っていうのは周りが平和だったらそんなには気にしなくていいわけです。例えば日本が、スイスの位置にボコっていきなり、転移して、周りが NATO 加盟国だけで完全に守られてますね。それだったら日本ってそんなに防衛予算必要ないよねって言うんだったらわかるんですよ。でもさっき言ったように北にロシア、そしてすぐ東を向けば北朝鮮、中国があって、ものすごく危険なわけですよね。危険だからこそ予算は増やさなければならないっていう、これは日本の問題というよりも日本の周りの国が危ないからやらざるを得ないっていうところですよね。この考え方がないと、あたかもなんか日本が軍拡してるんだみたいな批判をしている人たちに、対抗できない問題がありますね。で、ちょっと話を、予算の話に持ってくるんですけども、ここ最近だとですね、円安がものすごく進んでまいりました。で、ここ最近、為替変動が激しいということを理由として、円買い介入っていうのが盛んに行われていますよというのもニュースになっております。私はこういったニュースを見るときに、為替の変動にある程度対応するために外貨準備高っていうのがあって、それが150兆円、170兆円みたいな感じでドカーンとあるわけですね。で、そこからなんとか持ってこれないのっていう話をするんですね。それ、明らかに日本の国家予算1年分より多いじゃんって、毎回思うので。でもその話をすると必ず、それは外貨準備高は、国内の予算としては使えないんだっていうような人たちがいるわけですよ。使えないんだったら使えるようにすればいいじゃんっていうのが私の考え方なので、この円買い介入っていうのは一体何をしているかっていうと、外貨準備高っていうのは現金とアメリカの国債のような、いわゆる債券、すぐにはお金にできないものの2種類になっています。で、今行われている円買い介入っていうのは、現金として存在しているドルを使って日本円を買いますよっていう、この動きの中で、円の相場っていうのを少し介入しているわけですね。つまり、米ドルとして持っていたものが円になりました。それが 6兆円ですよっていうことなんですよね。で、いわばこのお金っていうのは利益確定したとも言えるものなんですね。もともと何年も前にドルで、円を使ってドルを買いました。それが現金としてありましたっていう状態なので、もともとは1ドル110円とか100円とかそのぐらいのレベルだったと言われているものなので、単純に言って1ドル140とか150円とか、そのぐらいのレンジで、換金したっていうことは、為替から言えると、お得ですねっていう話なんですよね。で、このお金をですね、私は、やっぱり日本の国家予算の側に回してくるっていうのも、いいんじゃないかなと思いますね。特に外貨準備高っていうのは別にまだまだいっぱいあるわけなので、こんなね、10兆円、20兆円抜いたところでまだ100兆円以上、もう余裕でありますよってなれば、なんでそんなに、日本の国内に使うことにね、反対するのか私はわからないし、使えないんだったらそこの法律を変えればいいんじゃないって思うんですけどね。特に外貨準備高が増え続けていて、それが200兆円になりました、300兆円になりました、でも使えませんっていうのであれば、それ何のためのお金なのって私はいつも思うんですよね。特に今回行われた円買いの介入で、6兆円使ったっていうことなんですけど、これ日本円に変わったっていうことなので、これを例えば防衛費にボーンって突っ込んだら、防衛費1年分のお金ができているわけですからね。もう数千億円増やすのに救急として、弾薬が足りません。でもお金がないから買えなかったんですなんていう話は、少なくとも、解消できるっていうところですよね。このあたり、岸田政権じゃできないだろうって今、総文共産書いてますけど、そこを言っちゃおしまいですね。私はこう思いますよっていう話なので。で、この話非常に大事なのは、
今の政権じゃやらないからこんな話しても無意味だっていう考え方、私はものすごくそこには反対していて、何にもしませんよ。今の政権何もやらないからそんな話無駄だって言われたら、じゃあ別に日本にいなくていいじゃんっていう話の方がものすごく強くなると思うんですよ。社会福祉良くなりませんね。国防全然ダメですね。外交ダメですね。私たちの生活ダメですね。ダメ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 って、そればっかり言ってたら、まあそれだったら別に日本にいる理由ないよねって話になっちゃうんですよね。そうじゃなくて、こうすべきだっていう話をやはりみんなの中で共通意識として持った上で、またその人が別の人に、いやいや、今問題だからこうした方がいいよねって話が、まあ連続的に連鎖していくことによって、結局それが今の日本の民主主義の場合だと、まあ選挙へと結果がつながっていくっていう考え方なんですよね。もう何もできませんよ。今の政権じゃ何も変わりませんよ。そんな話しても無駄ですよって言い続けるっていうのは、結局そこで話が終わって、このまま変わらないんだねって話で終わっちゃうんですよね。で、その話がずっと続くと何が起こるかっていうと、誰も変える気がないんだなって思った場合だと、特にお金持ちの人たちから、国外へ脱出する、そうした財政的な、まあお金の面で準備ができるので、すぐに他の国へと移っていくんですよね。有名になりました。お金が蓄えました。私はじゃあシンガポールへ行ってきます。シンガポールの今の生活はこうですとかいう話を見て、ああ、やっぱりお金のある人はあっちの方に行っちゃうんだな、みたいな話で終わらせちゃいけないんですよね。やっぱりいろんなお金のない人も政治に関心のある人であれば、ある程度日本はこうした方がいいんじゃないのっていうのをみんなである程度共有の、まあ、話題とすることによって、変えようとしている人たちがいるんだなっていう状況があれば、いわゆる志のある人たちっていうのが、まあそこに乗っかる形でもうちょっとなんとかならんのかね、今の岸田政権ダメだけど変えていかないとダメだよねっていうところで、まあ政治が動くんじゃないかなっていうふうに私は思っております。高田元彦さんはオーストラリアに行きたかった。まあオーストラリアも、まあいい国ですよね。まあちょっと私は紫外線が強すぎるので、まあオーストラリアの場合だと思うんですけれども、まあそれは、まあ自然環境の話ですよね。元自衛隊員の日本人義勇兵が語る。なぜ私がロシアと戦うのか。ということで、まあ日本人でも、まあウクライナの義勇兵として参加している人たちっていうのが、まあ何人もいます。まあ中には結構、まあ有名になったというか、まあ有名なアカウントになった人たちっていうのもいて、で、それらの人たちは大抵が、元自衛官ですよ。その後、自衛官としては、まあ、辞めたんだけれども、まあ、そうした訓練した経験があるということもあって、今回、ウクライナの義勇兵として、まあ、志願しましたという人が多いです。で、まあ、その中に、まあ、忍者部隊と呼ばれるものができた、忍者小隊か、忍者小隊と呼ばれるものができたんですが、まあ、その中でですね、ここの人の、まあ、一つ言葉を紹介すると、まあ、ものすごい自衛隊の訓練っていうのは国家間戦争っていうのを前提とした訓練なので、まあ、古臭いものだというふうに、まあ、訓練を受けていたときには思っていたと。まあ、例えば今、現代戦争っていうのを考えたときにおいて、まあ、アメリカを基準にして考えると、対テロ戦争。まあ、例えば、どこかの武装勢力の拠点に対する攻撃を行うとなれば、ドローンによるミサイル攻撃であったり、もしくは人質が捕まっているんであれば、夜の間に忍び込んで、そして建物の中に突入して、中の人たちを制圧して、人質を救出するといったような、そういった戦い方っていうのが非常にメインになると。で、アメリカ軍で言えば圧倒的な空軍力があるので、とにかく空を制した後においては空からの攻撃が、あって、そうした支援の後で、陸上の部隊が行くっていう形で、まず間違いなく塹壕っていうのは使わないわけです。ところが今、ウクライナの戦場っていうのは塹壕を掘って、そして陣地を構えて、そして砲撃戦の後に、陸上戦という形になるので、今の自衛隊の行っている訓練とはもうぴったり合うというようなちょっと悲しい状況になっているんですよね。自衛隊にいたときはこんな時代遅れの訓練をして実戦で役に立つのかと思っていました。しかし今回の戦争はアフガニスタンやイラクのような対テロ戦ではなく、正規軍同士の砲撃を中心とした、まるで第二次大戦中のような戦いでした。なので、陣地の構築など、自衛隊で訓練したことが役に立ったんです。という、お話をしてくれている。
で、実際問題ですね、戦場で戦っている人たちの言葉を私は、この人たちが帰ってきた時に、やっぱり聞き取りをした上で、いろいろな戦時、教訓っていうのを取り上げるべきだと思いますね。もう、今の日本の場合だと、こうしたウクライナの、戦場に行くこと、それ自体を、罰する傾向があるので、なかなかね、行っていいよというのは、言えないんでしょうけれども、少なくとも罰するようなことはしないでほしいですよね。へっぽこ太郎さんのコメント。攻めてきたらアメリカさんが助けてくれるのかクエスチョンマークっていうことですけど。ここで非常に大事なのは、助けてくれるかどうかは日本が戦うかどうかにかかっているっていう、この認識を持つことが非常に大事です。例えばですね、ウクライナ軍はロシア軍と戦ったわけです。だからこそ今のウクライナはあるわけですね。一方において、アフガニスタン政府軍はタリバンとちゃんと戦ったんですか？結局どんどんと崩れてあっという間に崩壊してしまいましたね。っていう状況だと、助けようがないわけです。一番大事なのは、そもそも日本の自衛隊がどこかと戦争状態になった時に、自衛隊自身がまず戦うかどうか、ここが非常に大事なんですよね。自衛隊がどんどんと撤退してます、戦いませんっていう中において、アメリカがじゃあ助けてくれるのかって言ったら、全然日本戦う気ねえじゃんってなったら、自分の、例えば日本にある基地を守るためには戦うでしょうけども、日本の基地のために戦ってはくれなくなるなっていう、そこは非常に重要なところで、少なくともアメリカ軍っていうのは別に傭兵部隊ではないので、日本にとって、アメリカ自身の国益にかなわない、もしくはアメリカだけが前面に立って戦うっていう話にはならないんですよね。あくまでも日本がちゃんと戦いますよって言って、実際に戦った上で、アメリカ軍助けてくれって、このままじゃ自分たちだけじゃってなった時に来るもんだっていうふうに考えた方がいいと思いますね。で、そういった、軍事的な関連の話としてはですね、私はミリタリーオタクではないので、どっちかっていうと政治的な側面から軍事を語っていることが多いので、いわゆるミリタリーオタクの人からしてみると、いやいや、それはもうちょっと詳しく言ってくれよ的なコメント結構入ったりして、実際そうした軍事に詳しい人たちのチャンネルの動画の方が詳しいんだって、言われることが多いんですけどね。で、私の場合だとそうした軍事っていうのは結局政治と絡んでるものだというふうな認識なので、その軍事だけを別に見ているわけではないんですよね。例えばもう軍事だけ優先して考えればどの兵器がどんな戦果を上げてっていうような話をずっとするとか、そういった手があるとは思うんですけれども、そういった面で言うと、私はもうちょっと概念的なものに近いかなと思います。でも、その方がかえって皆さんにとってはちょうどいいレベルなんじゃないかなと思いますね。何しろ、戦場では、どこの会社のどの自動小銃の方が扱いが良くって兵士たちに好評だっていう話とかを私がし始めたとしても、それマニアックすぎて全体の話じゃないでしょってむしろみんなの興味から外れてしまうんじゃないかなと思いますからね。今、銀翼さん、カデナって F15 の話かなまだですということですけど。そうですね。ちょっと今日は用意はしてないんですけれども、そうですね。今、ディフェンスニューズかの、チャンネルを見てるとこなんですけれども、ありましたね。カデナの話。空軍は11月にカデナから F15 の撤退を開始するという、こちらディフェンスニュースを見ていきましょう。こちらはもともとは英語のニュースなんですけれども、中身としては別に日本語で翻訳して読めますので。よいしょ。で、F15 が嘉手納基地から去りますよっていう話で関連で言うと、ローテーションで他の部隊が入ってきますっていうところで、日本のその YouTube 動画の中では、この F15 が去ってローテーションで他の部隊がやってくるよっていうのをものすごく否定的な動画を作ってる方がおられるそうで、ちょっと私の認識とは違うなって思ってます。で、F22 の部隊がローテーションで入ってきて、で、それはあくまでも途中経過だと。
で、その後、どの部隊がやってくるかに関して言うと、おそらくは F15 の最新バージョンか、もしくは F35 へと変わってくるだろうという話なので、別に何か、日本の、在日米軍の空軍力が圧倒的にガクッと下がるというわけじゃないんですよね。結局のところ、アメリカ軍は世界中に展開しているので、何かがあった時には、どんどんと増援が入ってくるっていう形なので、別にそんな気にすることじゃないのになと思うんですよね。特にこの F15 の今の世代から次の世代へと移るときに、ステルス機を標準とした部隊が入ってきたら、私はものすごく、抑止力としては高まると思います。多分 F22 が常駐することはないんじゃないかなと。というのも F22 はアメリカにとっても今でもやっぱり、なんていうか空軍力の、特に空対空の戦いの中においては、秘密兵器的な、最終兵器的な扱いをされているので、おそらくは量産機のステルス機 F35 がまずは前線に来るんじゃないかなというふうには思いますね。で、F15 の後継機っていうのもあるんですけれど、こちらは対中国ではない戦線に配置されるんじゃないかなと私は思ってます。やっぱりステルス機同士の戦いっていうことを考えたときにおいて、非ステルスの F15 の後継機と、この中国に近いところに置くのはちょっとなっていうところですよね。無双岡真子さん、嘉手納基地に常駐はしないのでは。そうです。ローテーションで今は入ってきますよと。でも永遠にローテーションでやるわけではないんですよね。だからそこがなんかおかしなところで、あたかもずっとローテーション、ローテーション、ローテーションで常駐する部隊はもうこれから存在しませんみたいな、そんな伝わり方というか、そういう発信をされている方はおられるんですけれども、いや、そんなことはしないだろうと思いますけどね。だから途中経過の状態をあたかも永遠に続くかのように話しているっていうのは、これは私たち間違ってると思いますね、単純に。というのも、今のアメリカっていうのは中国シフトと呼ばれるような形で少しずつ太平洋部隊に対する、重心を移してきてるんですよね。これは中東地域に対するやはり介入っていうのをどんどんと減らしていったっていうのと、次の段階へと入ってきているわけです。なのでですね、この嘉手納基地から F15、つまり非ステルス機が去ってますよっていうのは、私は前向きに捉えるべきだと思っていて、ローテーションで F22 が入ってきますよ、つなぎでと。で、その後、F35 へと切り替わるんであれば、むしろ強化される方向だというふうに思ってますね。F15 の後継機を入れるっていうのも、手ではあるんですけれども、その場合にしても、その後ろに控えている部隊っていうのは、ステルス機の方が、圧倒的に多いはずですから、そこだけで見て、F15 がここ嘉手納基地から去って、その後ローテーションで入るから、もう、米軍は日本を見捨てたんだみたいな話をしているのは、ちょっとこれは、話おかしいというふうに、ちょっと突っ込まざるを得ないところですね。むしろそんな風に話しているところは、ちょっとどこにもないっていうね。どうしてそう思ったんだろうっていう感じではありますね。それはね、結局のところ、勘違いもありますから、誰でも。山口さん、情報戦だからアメリカが強力なドローン部隊が来るかも。確かにドローン部隊に切り替えるっていう手はあるんですけれども、それではちょっとね、多分補えないですよね。結局のところ、有人戦闘機プラスアルファ無人戦闘機っていうのは、これからの時代の進化としてはあるんですけれども、今すぐできるかって言われるとそうではないんですよね。アメリカ軍の使っている大型のドローンっていうのは、確かにアフガニスタンに、かなり投入されてミサイル攻撃なんかも行っているし、最新型の大型ドローンを見るともう本当に地上攻撃に対するミサイル一体何発積んでるんだみたいな感じの重武装のものも出てきているので、ちょっと強力なんですけれども、だからといって、例えばですね、中国の戦闘機が日本の領空に近づいてきたよってなった時に、その瞬間瞬間の判断をするためには無人の戦闘機じゃ危険すぎるわけですよ。中国軍の戦闘機はおかしな行動したぞって言っていきなり攻撃し始めたら、
それが開戦につながっちゃってるわけですからね。必ずのように人間が乗っている戦闘機っていうのがある程度対応することが求められるので、そういった意味では、すぐには無人戦闘機へと移動するわけではありません。また、今の無人戦闘機っていうのもまだまだ、開発中のものが、多いので、一線を張って、もうすべての有人戦闘機から無人戦闘機へ移るには、まだまだ時間がかかりますという状況ですね。日本でも、どんどんと人口が減っていくことを考えれば、無人戦闘機の開発はしなければならないんですけれども、なかなかそこがね、うまく進んでないところでございます。大体日本ではそんなお金ねえだろうって、必ずツッコミが入るところなので、今進めているイギリスとの共同開発計画っていうのが進んで、有人戦闘機の新しいものを作った後かなっていう順番ですね。何してもお金がないとなかなか無人戦闘機を作るのは難しいです。そういったこともあって、例えばトルコ製の無人ドローンですよね。あれは戦闘機と呼んでいいかどうかわからないですけど、大型のドローン、これ結構使い物になるので、日本は導入したらどうかっていう打診を受けているところです。アメリカ製の大型ドローンがいいのか、それともトルコ製の大型ドローンがいいのか。ここは結構ビジネスのバチバチとやられているところですよね。そして残念ながら日本にはそうした、実戦レベルに耐えれる大型ドローンっていうのがないっていうね。ここはちょっと悲しいところでございます。モバドーさんのコメント。イラン製は安いよ。イラン製は安いやつですよね。ただ、イラン製の場合だと、なんて言えばいいのかな。ミサイルの代替品としてドローンを、形をとっているっていうふうに考えた方がいいですよね、あれは。よいしょ。ミサイルにすれば当然のようにスピードはめちゃくちゃ速くなって、そして精密誘導兵器として作ればどんどんと高額品になっていくわけです。で、イランのドローンっていうのが一体何を目指しているかっていうと、安くって大量に作ってどんどんと押し込めば、対空能力っていうのを超える、いわゆる飽和攻撃になるよっていうのが目的なんですよね。だから安いことっていうのは最初から条件にあるわけです。で、ああいうふうにして安くて量を揃えるよっていうのも作戦の一つとしては十分成り立つものなので、もちろんこれは見習うべきものがあります。で、日本が目指すべきっていうのは、そうした飽和攻撃を受けたときにこれに対応できるようなレーザー兵器を作るっていうのが一番いいだろうと思います。で、レーザー兵器って聞くとなんか SF の世界だなって必ずツッコミを受けるんですけれども、すでにレーザー兵器っていうのはアメリカ、イスラエル、最近だとドイツ製の、レーザー兵器っていうのもテストが成功しましたよっていうニュースが流れているので、全くの SF ではなくって、もう軍事開発が進んでいる国ではもう実用レベルに入ってますよっていう、ここが大事なんですよね。で、実用レベルに入った時に何が重要かっていうと、先行者が他の国にどんどんと売り始めるんですよ。イスラエルの場合だと、最新の兵器っていうこともあって、がっちりとあんまり輸出はしないのかなっていうイメージはあるんですけど、アメリカはすでに開発を進めている関係で、これがどんどんと実用化が進んでいけば、他の国に売り始める時期っていうのが、いずれ来るだろうと思ってます。というのも、数としては、戦闘機なんかにも積む可能性っていうのもあるし、今は大型の軍艦を中心にして搭載しているんですけれども、これが対空兵器としてのシステムとして、ミサイル代わりにレーザーを積めば、一発あたりの値段が電力消費だけなので、今までは1000万円クラスの攻撃力を持つためのミサイルだったものが、もうレーザーだったら一発、1000円ぐらいかな、みたいな感じで、もうバツンバツン撃ち落とすことができるっていう、そのぐらいまでレベルアップするんですよね。で、ここ最近だとイスラエルがもうすでにそうしたものを作り始めていて、デモンストレーションなんかもしているので、いつまでも飽和攻撃が可能なのかっていうと、防衛装備についても進化があるので、必ずしも飽和攻撃だけは優勢というわけでもないんですよね。このあたりはもう軍事技術の開発と、それを揃えるための、お金の工面どうするかっていうところのせめぎ合いですよね。レールガンのこと書かれている方何人かおられますけど、確か防衛省のレールガン開発計画というか研究予算つけますよっていう話あるので、全く、なんていうかな、度外視しているわけではないと思います。ただ、予算がついたって言ってもそんな額ではなかったと思うので、
どこまでちゃんとしたものを作れるほど予算がついてるのかは、ちょっとね、まだまだ、レベルアップが必要かなと。まあ、なかなか日本単独で予算をつけるっていうのができてないんですよね。あ、闇熊さんの話で、なんか、まあ、なんていうか、心配になった人っていうのが多いんでしょうかね。総文教さんと、あと桜島俊さんも見ていて思ったんですかね。まあもちろん、心配になる気持ちはわかるんですよ。あ、今いる部隊がカテナから去ってしまうんだっていうね。なんかそこだけを押されるとそう思うんでしょうけれどもっていう。まあなんていうかな、アメリカ軍の力はそこまで、なんていうかな、落ちてるわけじゃないんですよね。日本が考えている以上にアメリカのその軍事力っていうのは強くって、まあ、そうした過小評価と言えばいいのかどうかわからないんですけれどもね。結局世界中に散っているから、なんか薄く広くなっているように見えるわけですけれども、一回戦争が起こってしまえば集中的に集まってくれば、まあなんだかんだ言ってアメリカの軍事力っていうのは地球一なのは間違いないです。そこを見誤ってしまうと、まあ第二次世界大戦時の日本みたいなことになってしまうんですよね。まあ例えば今、アメリカはウクライナに対する軍事支援でいろんなものを送ってるんですけれども、ここで非常に大事なのは、米軍の在庫を主に渡しているだけであって、例えば、よし、じゃあなんとかロシアにもう負けてもらおう、じゃあ F35 供与するかなんて話には全然なってないわけです。このあたりのことを気をつけないと、なんか大量に送って今アメリカ軍の力が弱りまくってるなって思ったら、まあ大間違いっていうところですね。もちろん在庫の榴弾砲の弾が減ってるとか、ハイマース用の在庫が3分の1になっちゃったとか、まあそういった話は、まあ伝え聞くところではあるんですけども、まあだからといって他に代替する兵器がないかといえば別にそういったわけじゃないですからね。もっともっと射程距離の長いミサイルがアメリカにはたくさんあるので、例えば日本が買おうとしているトマホークミサイルなんて、まあ射程距離が1000キロを超えるわけですけれども、ウクライナには一発も渡してないわけですからね。それはアメリカ軍がもう射程距離80キロのロケット弾を渡す一方において、射程距離1000キロのミサイルについてはウクライナに渡すと、これモスクワまで届いちゃうよっていうね、そういったところもあって、まあ渡してないわけです。射程距離300キロの ATACMS っていうミサイルを渡したら、まあクリミア半島の付け根、ロシア側本国とのつながりのあるクリミア大橋に対する攻撃が可能になるわけです。でも、トマホークミサイルだったら射程距離1000キロですから、もうウクライナのかなりのどこからでもとは言わないですけど、まあ、ほとんどのところから、まあ、クリミア大橋をガツンガツン攻撃できるわけですよね。だから、そういった意味では、アメリカはなんだかんだ言ってある程度抑制しながら武器を渡しているので、アメリカ軍の戦力がガツンと落ちているっていうのはちょっと勘違いっていう部分です。アキーラさんのコメント。日本は力があるのになんで、クエスチョン。政治家が無能すぎないか日本は。日本の場合だとどうしてもですね、防衛予算にお金をかけるっていうことに対してものすごい、なんか無駄金っていう評価をされちゃってるんですよね。例えば日本国内で選挙しますよってなった時に、安全保障を私は考えてますっていうのを、まあ大々的に言っても、まあ大抵はそれで受かる人はいないと。まあ滅多にっていう意味においては、まあ、ヒゲの隊長の、まあ異名で知られる佐藤議員なんかは、まあ安全保障問題をものすごく前面に出してますけれども、まあ実際ほとんどの小選挙区選挙においては、例えば社会福祉に対してはこんな考えを持ってます。経済対策はこのようなことを考えてますっていうようなことが、まあ基本的には、選挙政策としてはみんなに話したいことになってるんですよね。で、そういった意味では、経済対策によし30兆円かけます。みんなの国民生活を守りますって言った方が、まあ圧倒的に国民の支持は、まあ受けられるわけです。まあ例えば、30兆円、まあ今の岸田政権が防衛予算に突っ込みますよなんて言ったら、そんな金があったら福祉予算になぜ回せないんだって話で、多分政権が吹っ飛ぶかもしれませんね。まあそのぐらいの話なので、なんとかじわ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 とっていう形ですよね。まあ結局のところ、それが成り立つのは、
日米の軍事同盟っていうものがあって、もしも日本に手を出せばアメリカによる報復っていうのを考えて、そうは日本に手出しできないだろうっていう前提のもとに日本の防衛予算は組まれてきたわけですよね。だからこそその状況に寄りかかってきて、どうしても日本の政治家っていうのは国防に対してはお金を使ってこなかったっていうところですよね。だからといって、じゃあ経済が伸びたのかっていうと、ここ20年、30年は残念ながらそういった意味では、お金をかけるべき経済にかけられなかったから今の、なんていうか、低たらくというか、いう状況になってきているので、ここが本当に悲しいところでございます。せめて軍事に対する、力が入れないんだったら、経済だけでもなんとか伸ばしてくれたらね、よかったんだけれども。そうなってないところが厳しいところでございます。無双家真子さんのコメント。プライムニュースでも防衛費のために税金を上げるというのは国民の理解は得られないって言ってた。そうかな。多分私もそうだと思いますね。だからこそ今回の話で言うと、私は財源としてはっていうところで、この、外貨準備高、こちらの方百何十兆円ある中の、ここから少しでも持ってきたらいいんじゃないかなっていう話をしているのはそこです。私の中では、増税するべきだなんてことは全く考えてなくって、でもどっかからお金を持ってこなければならないってなったら、この外貨準備高をどうやって日本国内で使えるお金返還するのか、そのための法改正が必要だったら法改正しなよっていうのが私の考え方です。お金がどっからでももうガンガン出るんだったらもう何でもできるわけですけど、全然そんなことはないわけなので、どっかから持ってこなければならないと。で、そのために増税するのは私は間違ってると思っていて、増税したらあっという間に、この日本国内の内需っていうのがもうボッコボコになっちゃうわけですね。これから税金上がるの？消費税が 12%、15%、20% 上がるのってなったらみんなキュキュッとお金を使うのを絞るわけですね。そうすると日本国内の商売をしている人たちがなんか物が全然売れねえわってなったら、やっぱり売り上げが下がります。売り上げが下がると、企業はどんどんと人を雇うことに対しても後ろ向きになってみたいな形で、国内経済が萎縮しちゃうんですよね。だから増税っていうのは、なるべくこんな時にはやっちゃダメなわけです。だからこそ、そういった増税しないでお金を確保する手段としては、外貨準備高いいんじゃないのっていうのが私の考え方です。特に今円安なので、非常に円を作りやすい状況ですよね。米ドルとかもしくはアメリカの国債とか売るのはちょっと難しいにしても、償還の時期を迎えたものに関しては、もう一回次を買うんじゃなくって、もう現金になったら現金のままにして、それを円買い介入して、もうしめしめと、もう現金、米ドルを日本円に変換して、そこから出たお金をなんとか政府予算として持ってきたいっていうところですよね。国債乱発できるんだったらいいけれども、ちょっとね、多分それはどこかに限界はあると思うんですよね。ただ、この国債を発行することに対しても、いやいやもう日本はもうガンガン発行できるよっていう、そういった人もいるので、何にしてもお金がそういう理論に基づけば出せるんだったら出せばいいじゃないというところですよね。財務省が最大の砦になっていて、これを打ち破れない限りは予算増額が難しいという話は、常に出ているところでございます。あつしさんのコメントで、ふるさと納税で防衛省版を作ったらどうかっていう話ですね。私もそれとても良いと思っています。例えば、具体的に言うと、例えば新兵器として、無人兵器の、まず無人飛行機だ、無人戦車だ、無人潜水艦だ、みたいな話で、開発予算をつけていただけれたら、これにぜひとも取り組みますみたいな感じでしてもらえれば、お金が集まる可能性十分あると思いますね。もちろんそれで全てが賄うことはちょっと無理だとは思うんですけれども、少なくとも足しにするとかね、そういったことはできると思いますね。総文教さんのコメント。アメリカの国債の金利。政策金利がどんどんと上がりますからね、アメリカは今。例えば、アメリカはインフレ対策として、金利を上げていきますよって言って、毎回 0.75% 上げます、0.5% 上げますってものすごい勢いで上げてますからね。だからアメリカの、
まあ国債の金利とかがまあ 4% とか 5% まで上がっちゃうのかってなったら、アメリカの国債で運用したらいいじゃないかってまあ思う人がまあたくさん出てきている状況ですよね。まあなので日本国内でも、よし、これからは円じゃなくて米ドルで資産運用だっていう流れもあるので、まあ結構国内からアメリカへと、お金が流れているというまあ現象もあるんですよね。まあこれをなんとかひっくり返すためには、日本国内でお金を使ってもらおうっていう、まあこの動き、まあ残念ながらこれの対処法として言われているのが観光政策で、もうとにかく日本円を買ってもらおうっていうところですよね。まあそれだけではでも十分じゃなくって、日本国内に製造業を戻ってもらう必要があると。で、日本国内に製造業を戻すんであれば、日本国内で働く人が足りないのでっていう問題があるんですよね。なので、圧倒的な少人数で工場で生産できますよっていうところに、まあ、設備投資してもらうと。その設備投資に対する減税をかけるっていう。まあ、これをやるしかないでしょうね。兵庫かこさん、スーパーチャットありがとうございます。喉を大事にしてください。ありがとうございます。まあ、なのでね、とにかくお金の問題がすでにいつでも立ちはだかるので、使えるところとしては私は外貨準備高しかないんじゃないかなと。で、国債を乱発するっていう手は、やはり外貨準備になんとか手をつけた後でいいんじゃないっていうふうに思いますね。で、一番悪い手としてはすぐに増税っていう言い出すパターンで、いや、他に使えるものあるでしょっていうのに使わないうちに増税に出たら、これはやっぱりダメでしょ。一番悪い手で日本国内経済がもうボコボコに削られてしまうっていうふうに私は思っております。まあそんな感じですかね。今日はそんなに長い時間、生放送をやるっていう予定ではなかったので、用意したニュースとしてはこのぐらいですね。ちょっと皆さんのコメントを見ていきましょうかね。ミチロペスさんの書き込みで、左翼や左巻きマスコミの力が衰えない限り、日本の防衛力は強化できないのが日本のダメなところです。まあ、残念ながらまさにその通りで、この左翼の人たちとか、まあ左巻きマスコミの力っていうのが、まあ今でもなんだかんだ言って強いんですよね。保守的と呼ばれるような、いわゆる逆にまあ右翼的なっていうと変だけれども、あまり国防を大事にしましょうねなんていう話をして、防衛予算を回せようっていう、そんな論調でなかなか書いてくれる報道機関はないし、まあ今でもテレビは見ない人は増えてきてはいるものの、まあなんだかんだ言って、この選挙の票につながる高齢者の人たちが見ているのはテレビなので、テレビや新聞を牛耳っている。まあこのあたりの人たちが完全に反政府活動的な感じで記事を書き続ける限りちょっと難しいかなっていうのは。まあただ難しいからといって何もやらんっていうわけじゃなくって、まあ少なくとも啓蒙活動的な意味で、いや、国防大事だよっていう。もうロシアが侵略してるからって日本と無関係だと思っちゃダメだよっていう、まあこういった話を毎回しないといけないところですね。ハクビさんのコメントを紹介しましょう。自国で軍事開発すると雇用が生まれて景気がちょっと良くなるんだよね。税金もったいないというより。そうなんですよね。日本で結局何か防衛予算をつけましょうってなったら、ほとんどの場合は、まず日本の中で企業がお金を使うんですよね。もちろんアメリカから買う兵器もいっぱいあるわけなんですけれども、アメリカから買う兵器を減らすためにも、結局、日本の企業に対する発注であるとか研究開発補助っていうのにお金をかけない限りは、なかなか難しいと。で、企業に対しても、いや、まあ、絶対守らないといけない技術については、まあ、流出させちゃダメだけれども、っていう意味で対スパイ法であったり、まあ、諜報機関を作って傍聴活動をさせた上で、政府と企業が一体になって日本の兵器を買いませんですかであるとか、もしくは他の国との共同開発を行って、質のいい兵器を安く開発するとかね。まあそういった取り組みは絶対に必要ですよね。まあ、結局のところ売り上げがないことには利益が出ないので、利益がないと次の研究開発もできないっていう、この
どんどんと自利品になっちゃうので、防衛予算をしっかりとつけて、それによって日本の産業を、作って、それによって海外へと輸出するっていう。で、今は円安なので、日本の兵器をもしも海外へと、積極的に売り込むことができれば、価格競争力がある程度つくっていうふうにも私は思うんですけどね。円高の時はなんだかんだ言って海外に売るっていうのは難しいわけですけれども、円安になったら確実に、日本の円っていうのはお得にいいものが買えるねっていう状況なので、これはかつての日本が輸出型産業だった時に、勝ちパターンだったわけですからね。今の円安っていうのは生かそうと思ったら、何を海外に売るのか、そして海外に売るための産業をどう育成するのかっていうのが、これからの経済政策としては重要なとこですよね。よいしょ。3位さん、コミュニティで事前質問また受けてほしいです。そうですね。なかなかここ最近だと、この日にやりますっていう、もう何日も前に予告することがなくなってますからね。そのうちそのうちっていう感じでございます。なんか公安って言って中田さんが書いてますけれど、私は忍者部隊作れっていう話をしたらなんかボケてるように思われるんですけど、いや、絶対忍者っていう名前を使った方がいいのになって思うんですけどね。なんで、他の国では、例えば CIA っていう組織があって、CIA の組織がある中の諜報員に対して、CIA って言えばイコールスパイっていうね。だからそんな感じなので、忍者っていう組織を作ったらそこにいる人たちの諜報員はイコール忍者って認識してもらえるので、こんなにいい話はないと思うんですけどね。例えば他の国であれば、MI6 であるとか、モサドであるとか、そういった風にして、しっかりと名前が通じるだけでも、あの国はいろんな意味で諜報機関でいろんな情報を取ってるんだなっていうのが認識されるわけですよ。だから日本の諜報機関として対外諜報部として、その組織に、忍者ってつけておけば、日本ではそういう忍者の活動がしたんだっていう風に思えば、忍者っていう名前自体がもう、一人歩きしてもらって、日本に対する警戒心を持ってくれるだけでもね。で、実際問題、その忍者の裏付けとなる対スパイ法を作って、日本国内にいるスパイ狩りをしてもらえれば、これだけでも結構大事なことでございます。花月ゆめかさんの、書き込みで、忘れていた。今後の活動は選挙出るのっていうことですけど、これは、選挙のたびに言ってるんですけれども、選挙に出るかどうかは結局チャンネル、登録者数がまとまった数にならない限りは出ないっていう話を毎回しております。で、なんでかっていうと、まず第一に私が皆さんに話しかけているのは、どこに地域に住んでいるかに全く関係なく日本全国、どこの地域からでも、なんだったら世界的に見ても海外の人も別に見ること OK なわけですよね。北海道の人もいれば、札幌の人もいれば、兵庫市にお住まいの方もおられれば、東京の、住んでる方もおられるっていう感じなので、私の目指しているのは、参議院の全国比例ですよと。で、参議院の全国比例での当落ラインっていうのは、100万票っていうのを考えなければならないと。で、一人だけだと、政党としては成り立たないので、やはりチャンネル登録者数、最低限50万人ぐらいで、この人、一人でも受かるレベルだなっていう認識してもらった上で、誰かと組んでいく形になると思いますね。既存政党から出るっていう、考え方が全く私にはないので、例えば自民党から出ますかって出るわけないじゃんっていうところですよね。その他、公明党なんか、ありえないし、日本維新の会であるとか、立憲とか共産党とか、もう全然ありえないわけです、私の場合だと。NHK 党もないですね。そういった感じで。っていうふうに、結局のところ、私の考えていることっていうのは、どこかの政党に入った瞬間に、何も言えなくなるんだと思います。多分。国防大事だねっていう話もそうですし、対スパイ法の話について言っても、共感してくれる議員さんは、例えば、自民党の中では、ヒゲの隊長の佐藤さんであるとか、高石さんとか、個別には、連帯できる人はいるでしょうけど、例えば自民党に入った瞬間にもう、例えば増税しますよっていう話がガンガン進んでったら、もう一人では何の抵抗もできなくなるっていう段階でもうダメだと思うんですよね。
だから結局のところ、たとえ小さい政党であったとしても、確実に、まあ、選挙に出て、1議席取りましたよ。それによってどこかの議席が取れませんでしたよっていう、その状況だけでもいいと思います。で、そういう状況を作れれば、結局のところ、誰か一人が受かれば、次、それを真似するような形で、より洗練された形で第2、第3の人たちっていうのが、まあ出てくると思うんですよね。例えば、今私のしていることっていうのは、時事ニュース解説を通して、いろんなことをみんな知りますよねと、政治的な関心がある人たちっていうのを、もうちょっと、なんていうか、集めるような形ですよね。そういった形の中で、あ、こういう考え方が持ってる人がいるんだ。でもこういう人の方がむしろ、なんか今、スキャンダルでまみれてる議員よりもまともなんじゃないの？こういった人を送った方がいいんじゃないのっていうふうにして、まあ、いわゆる無党派層の人たちの票を吸い上げるようなことができたら、まあ、1議席取りましたってなって、そこで NHK 党のようになんかむちゃくちゃやってダメになるんじゃなくて、正論を言い続けるっていうことが大事だと思います。正論を言い続けるっていうのは、まあ、ものすごく地味なことで、なんか、まあ、パッとしないんですよ。パッとしないんだけれども、でも、私は少なくとも、それで少なくともここまでは来たのでね、もうちょっとなんとかこの路線で行きたいなと思いますね。うん。まあ、といったわけで今日はこの辺りにします。さて、まあ今日のお話としましては、まあ全体の話として、よいしょ、ウクライナの戦況解説からスタートして、ミサイル攻撃再びっていうところから、対空兵器をどんどんとウクライナに送ろうという動きの中で、イタリアが注目されるようになりましたと。で、イタリアはドラギ政権から新しい政権へと移って、まあちょっとロシア寄りになるかもしれないと心配されていたんですけれども、まあ、引き続き軍事支援を行いますよ。プラスアルファ、新しい政権になっても自走榴弾砲をガンガンと送るで、まあ、ウクライナ頑張ってねと。で、プラスアルファ、ここ最近軍事支援がやっぱり、まあ、低調なフランス、まあ、こちらの方と手を組んで、防空システム入れますよという、まあ、ニュースなんかも流れております。なので、イタリアが少し目立って軍事支援してくれるというのは、まあ嬉しいニュースかなと思いますね。一方で、ロシア軍の方は相変わらず、無茶な兵力の使い方をしていて、ものすごい被害が続出しておりますと。まあ、その中で一つ象徴的だったのが、カリーニングラード、NATO に対する抑えをしていた部隊が、まあ、ほぼほぼ軍団丸ごと消滅したっていうようなニュースも流れております。まあ、動員兵にもどんどんと入ってきているわけですけれども、この人たちに対する訓練も全然できてませんというニュースが流れてきております。その他、ロシア国内でのレジスタンス活動もちょっと注目されておりまして、それ一方で、ロシアによる核威圧というものが他の国々においても核使用のハードルを下げてしまったんじゃないかといったところから、まあ、オーストラリアには核搭載可能な B52、このような兵器も渡されておりますよ。まあ、これに関連して皆さんからのコメントで、まあ、嘉手納基地から、アメリカの空軍 F15 戦闘機が去って、ローテーションの形で、まあ、空軍力補充されるっていう関係から、もうものすごい、心配されている方がおられるわけですが、その後継として考えられている部隊っていうのが、まずは、まあ、F22 でつないで、で、F22 はアメリカ軍にとっても空軍の最後の最終兵器として考えているので、まあ、常駐はしないと。で、その後の常駐部隊っていうのが F15 のその後の後継機かもしくはステルス戦闘機の F35 だと言われているので、まあ決して、空軍力が大幅に下がることはないだろうっていう、ここはまあ重要なところでございます。まあその他日本では防衛力をどんどんと強化しなければならないんですけれども、お金がないっていう話がものすごくされているところです。で、私はそれに対して眼科準備高を日本でいかにして使えるようにするか、そこに法改正をする必要があるだろうと考えておりまして、まあ、岸田政権ではそこに手を突っ込まないだろう。手を突っ込まないから増税に出るんじゃないかなっていう話が今主流になっているところです。で、そんなことをしたら当然のように次の選挙では、まあ、岸田さんにものすごいしっぺ返しが食らうだろうというところが私の予想でございます。まあ、結局のところ増税をすることによって、増税以外の手があったのに増税したのかっていうこの責任論というのもずっと長く続くと私は思っているので、まあ、岸田さんが増税に打って出るようであれば、これはものすごい大失策になるだろうと思っております。ねえ、円安になったんだから、
米ドルを日本円に切り替える、この円買い介入をするだけでもね、ものすごいお金が生まれるんですからね。これをなんとか使わない手はないと思っております。といったところが今日の、まとめでございます。ミリタリーオタクの方はぜひともディフェンスニュース、こちらのサイトも見てください。こちら結構マニアックな軍事的なネタばっかりのニュースサイトなので、へえ、そんなことあるんだとか思ってます。無双かまこさんのコメントで、増税したら支持率1桁よ。あり得るですね。あり得る。あり得るけれど、どうなんだろうなっていう。もう自民党の支持者の人たちね、なんていうか我慢しちゃうところあるんですよね。これダメだっていう話をしてるときになんか 10% とか 15% 残ることあるじゃないですか。もう増税したらダメだよっていうね。増税以外の手あるよねっていう、この考え方が広がること、結構大事なと思いますね。というわけで、本日2022年10月31日。もう11月ですね。もうなんかすっかり年末へと向かっているわけですけど、なんかそんな感覚もなく、1年が過ぎ去ろうとして。というわけで、本日の放送はここまでといたしましょう。相変わらず生放送は、ゲリラ的に行っておりますが、いつか、事前の質問受付をできるようなこともしたいなとは思っておりますので、まずその時はよろしくお願いいたします。というわけで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。上川が行くわかるニュース解説生放送でございました。それでは次回またお会いしましょう。またね。おやすみなさい。